今日の解説なんですけれども、米不足、令和の米騒動という風に言われて、なんか知らないけど地味に大騒ぎになってるみたいなんですけれども、正直ですね、私飲食店経営しておりますけれども、業務用の米全然不足してません。普通に仕入れられます。うちの和牛マフィアとかですね、カレー出しとかいろんなところでですね、ご飯出してますけど、普通に飲食店行って米ないですとかって言われないでしょ？あるんすよ、ちゃんと。でね、なんかほんと米騒動になってですね、大阪府が政府にですね、備蓄米放出しろとかって言ってますけど、備蓄米放出しちゃったら米の市場価格ボーンって下がって、JA とかですね、いろんなところが大ダメージを受けると思うんですけれども、この原因がね、減反政策にあるんだ、減反政策なんとかしろみたいな、風に騒いでる人たちもいますけれども、どうなんでしょうか。そもそもこれ根本原因としてですね、JA もそうなんですけれども、日本のこの零細農家がですね、乱立する状況を作り出したのは GHQ、アメリカの占領政策ですよね。我々教科書にですね、農地開放は素晴らしいことだと、これまで抑圧されていた小作農たちがですね、自分の土地を持って自分で経営できるようになったなんていう風にして大絶賛をしてるわけですけれども、これアメリカによるですね、教育の捏造とまでは言いませんけれども、ある意味ですね、資本を民主化したわけじゃないですか。豪農とかですね、大規模農家からですね、土地を取り上げて小作農たちに分け与えたということは、一つ一つの農家のですね、競争力が下がることでもあるわけですよ。資本力という意味ではね。つまり、教育レベルも知識とか技能、そして資本力、こういったものが農業経営では非常に大事になるわけですけれども、そういった戦闘力が全体的に小規模なので低い、そういった農家ばっかりになったがゆえにですね、農業の生産性も良くないし、農協に支配されている構造になってしまうと。農協ってのは本当に究極のサラリーマン組織ですから、誰かの資本に支配されてないんで、機動的な企業経営とかですね、そういったものができにくい環境にあると。ある一定数のですね、少数の資本家がですね、経営管理をしていればですね、彼らがですね、スピーディーな経営判断できると。つまりアメリカによって北米産の、小麦とかそういったものを大豆とかですね、小麦とかトウモロコシを買えっていうそういう政策なんですよね。だから大規模農家が少ない。ただ北海道だけが例外でアメリカ産のですね、トウモロコシとかを食べさせて酪農をさせると。そうすることによって牛乳をですね、給食に定着させるみたいな、これも全部戦略なんですけど、例外的に北海道だけはですね、大規模農家が多いと。そういった構造になってるわけですね。なので、米農家が零細で、経営能力が低い、全体的に小さい、経営規模が小さいんで、経営能力が低くなるわけですけれども、この根本原因を作り出したのはアメリカの占領政策。敗戦国なんでしょうがないんですけど、そういうことがあるので、みんな、米の生産技術が上がって、コンバインとかですね、田植え機とか導入して、耕運機とかね、導入して、作業が楽になったもんだから、みんなこぞって、米を作り出した農協もですね、そういう人たちに対してリースを組ませて、農機具を売りまくったと。なんか知らないけど、隣の農家同士がですね、お互い田植え機を持ってるみたいな、よくわかんない、シェアリングすりゃいいのにっていう、それは農協にとってはビジネスにならないんでやんないわけですけれども、そういった異常事態になって、米がどんどん増えていってですね、その割にはもう人口はですね、頭打ちになっちゃって増えないということで、困ったと。日本の高い米どこも外国が買ってくんないしと。そういうような状況になったわけですよね。だから減反政策が始まるわけですけれども、政府の政策とかですね、そういったものっていうのは本当に逆回転しだすととんでもないことになるわけですけれども、正直ですね、今回の米騒動っていうのは、単純にその危機を煽る、あと実際に自然災害とかが増えたりとかして、みんなそれに対してすごくセンシティブになってる。そういった状況を利用して、そういったものをですね、SNS とかマスコミが、米が不足してますなんて言うとですね、情報弱者の境界知能はですね、スーパーに飛び込んでですね、米を買ってしまうんですよね。オイルショックの時のトイレットペーパーの買い占めとかですね、米騒動で言うと、そうですね、1990年代にありましたよね。で、その時は本当に足りなくなっちゃって、タイ米を輸入したりとかして、まずいこんな米食えるかなんていう風に怒ってるバカがいましたけれども、本当の意味で、本当に米が足りないっていうことになれば、備蓄米も放出するだろうし、タイとかアメリカからですね、米を輸入すると思いますよ。してないのはもうすぐこれ新米流通しますから。もうすでに北海道とかではですね、米の刈り取り始まってるみたいですけれども、これから新しい新米、美味しい新米が供給されるのにわざわざ昨年の1年前の米を買って自宅に備蓄しておくってバカじゃねえのかお前らっていう。
ということで SNS が過剰にですね、こういった米騒動的な行動をですね、非常に煽ってる部分はあると。なのでスーパーから米がなくなってる。これはバカが原因です、はっきり言って。昔ね、ステーキ店を経営してた井戸ちゃんが自分のメルマガに書いてましたけれども、飲食店、ちゃんと業務用のお米っていうのは納入されてるので、本当にスーパーからバカが買い占めてですね、スーパーから米消えちゃって困ってる人とかいると思うんで、そういう従業員の人たちに米をですね、お店で買った原価でですね、分け与えてあげたりとかしたらめっちゃ喜ばれるんじゃないですかなんていう話をしてましたけれども、そういったところもですね、参考にしていただければなと思います。今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。